はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日は宮崎先生と一緒にまた利休百首の、続きを行っていきたいと思います。今日はでは前回80首まで、80首まで行きましたので、81首ですね。はい、81首から行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では81首から行っていきたいと思います。風呂こい茶必ず釜に水さすと一筋に思う人は誤り。こちらについて教えていただけますか。はい、今お水をさすって話があったと思うんですけど、普通やっぱりお茶を立てる時というのは、釜に水を一杓さすのが習わしというふうに言われています。なんでかというとね、やっぱり釜って結構お湯がすごい沸きやすいわけでね、ガンガンに沸き上がってしまうと、そのお湯をそのままお茶碗に入れて、お茶に入れてしまうと、お茶の空気が飛んじゃうんですよね。香りが飛んでしまうので、一杓水をさすことによって、ちょっとお湯全体を冷まして、で、その上で少しいい湯加減をさすっていうのが、これは一応定石ルールって言われてるんですが、今お話があったように、ただケースバイケース、臨機応変によるとですね、場合によっては、やっぱりそのお風呂といって、結構熱い盛りとか夏に使うのが風呂って言われてるんですけど、お茶の後期がね、そんな飛ばない時期っていうのがあるので、その時はもうそのままもう水をあえずささずに、そのままお湯をすくって、そのお茶碗の中に入れてお茶を立てましょうと。なので、もう堅くなりにね、もう水をさすのが当たり前だって思うのが誤りだというふうにこの歌を歌っていると。まさに臨機応変を考えようということですね。なるほどですね。風呂というと夏の時期ですね。夏ですね。で、そうですね。風呂と釜。釜は冬に使って、風呂は夏に使うのが一応ルールというふうにされています。そうですね。そうすると夏の時期はっていうことですかね。はい、ね、今回の歌は。はい。はい。わかりました。どうもありがとうございます。では82首目について宮崎先生に教えていただこうと思います。はい。右の手を扱うときは我が心、左の方にあると知るべし。こちらについて教えていただけますか。はい、今の歌はですね、その左右の手の使い方を歌っている歌になります。例えばね、お茶碗が左手にあって、右手にその茶杓と言われているお茶をすくう道具ですよね。その2つを手を両手に使って、左手の場合にはお茶碗を持って、右手の場合には茶杓でお茶をすくって入れるという形で左右両方使いましょうっていうのが今の歌を歌っています。別にそれはお茶の世界だけではなくて、やっぱり何でもそうですよね。例えば剣道とか剣の道もそうだと思うんですけど、剣とあと盾を持ったりとかね、両方の手を使ってそういうね臨機応変に組み合わせていくということは、別にこれはお茶の世界だけではなくて、何の世界でも同じなのかなと。左右対極で何か使い分けて、道具も使い分けていきましょうということを歌っているという歌ですね。なるほど、わかりました。どうしてもね、茶道を習い始めとかだと、こっち側でやってる時に、こっちの手はしっかりしてるけど、こっちの手がなんか変なところに行ってたりとかってありますけど。まさにその片方にね、集中してしまうと、やっぱ片方がおろそかになってしまいがちですよね。なので、常にね、左右両方意識しながらお茶をうまく立てましょうということをね、まさにおっしゃってることだと思いますよね。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。では次は83首目について教えていただきたいと思います。一手前立てるうちには善悪と有無の心の分かちをも知る。こちらについて教えていただけますか。はい、今の歌はですね、そのお茶を立てる時の心構えを説いている歌になります。やはりそのお茶というのはですね、全部手順があったりとかもちろんしますし、やっぱり臨機応変というのがですね、すごくお茶のテーマとされてるわけですけど、やっぱりいざ立てる時というのは、もうあちこち気をそらすんではなくて、とにかく目の前のことに無我夢中になって、最初から最後まで一生懸命お茶を立てましょうということを言ってるわけですよね。なので、その時にね、やっぱお客様の様子だったりとか、あるいはその場の雰囲気だったりとか、もちろん同時にいろいろ考えなきゃいけないんですけど、ただやっぱり目の前にあるお茶に集中することで、より良い美味しいお茶を立てることができるということを歌っている歌になります。はい、わかりました。結構ね、お茶をこう入れてる時とかって、こう集中して、なんかよく禅とかって、例えられることとかもありますけど、本当に集中して、頭がね、結構すっきりしたとかって言われる方とかも多いですよね。やっぱり没頭するってそういうことですよね。お茶だったりお花、華道もそうだし、柔道とかもそうだと思うんですけど、やっぱり目の前のことに集中することによって、まさにその雑念というのがね、なくなってしまって、今おっしゃるように、すごくすっきりしたね、気持ちで何かね、新しく心技一転頑張れるっていうのはありますよね。ですね。はい、どうもありがとうございました。はい、では84首目について
解説していただきたいと思います。なまるとは、手続き早く、また遅く、ところどころの揃わぬを言う。こちらについて教えていただけますか？はい、今の歌はですね、やっぱそのなまるという言葉が一つキーワードになっています。よくね、日本語の中でも、結構あの人はなまってる、方言のことを指したりすることってありますよね。東北弁とか、あるいは、九州弁とか、関西弁かもしれませんけど、なまるという言い方をすると思います。要は結構標準とはちょっと少し違うということをよく指すのがなまるというものなんですけど、実は今のことも実は茶道でも同じことがありまして、やっぱりそのね、お茶を立てるときというのは、やっぱりいろんな動作が実はいるんですよね。順番があったりとか、まさに間ですよね。感覚があったりとか、非常に難しいんです。で、やっぱり自分がね、覚えているところというのはですね、結構スラスラとお手前できるんですけど、ちょっとわからないとか、順番があれどうだったかなってところはですね、結構遅くなったりとかしまって、結構こういう波があるんですよね。それをまさになまると言って、やっぱりあまりいい言葉ではないんですね。やっぱり一定でね、所作を同じくして、やっぱりさらさらうまく立てていくのが、お茶の中でやっぱり一番いいというふうに言われてますので、そういうなまることを気をつけましょうということを歌っている歌になります。なるほど、そつなくやっていくっていうことですかね。そうですね。淡々とやっぱりね、立てていくというのが一番美しいとかですね。確かに急に速くなったりね、急に遅くなったりすると、なんか見てる方もそうですよね。なんか大丈夫かなって心配になりますね。わかりました。一定の速さで、環境をつけてっていう感じですかね。はい。やっていくっていう形で、はい。稽古が大切かなと思います。確かに。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、85種目について教わっていきたいと思います。手前には、重きを軽く、軽きをば、重く扱う、味わいを知れ、こちらについて教えていただけますか？今ありました、軽きとかね、重きとかありましたけど、やっぱり今の歌というのはですね、お茶の道具について、歌ってる歌になります。お茶の道具といってもね、いろいろありますよね。それこそお釜という重たいものとか、あとは水差しと言われているものだったりとか、結構これは重たいですよね。水が入った、お湯が入ったりしておりますので。で、他方、軽いね、ものというのはまさに茶杓とかね、あとはお茶入れというお茶を入れる道具とか、茶碗も割と軽いと思うんですよね。で今歌ったように、お茶碗って軽いものなんですけど、それむしろ重々しく扱いましょう。で、茶杓も重々しく使いましょうってことを実は歌ってますし、逆にさっき言った水差しというね、ちょっと重たいものも、むしろ結構軽々とやってるような、そういったお手前ができるようになるのが一つの目標というふうにされています。それが、ただね、やっぱレベルに達するためにはですね、やっぱりいろんな手順を覚えたりすることも大事なんですけど、日頃からそういったものね、お茶の道具の扱いというのも、やっぱりこれは徹底的に訓練をしていかないと、そうはなれないということを歌っている歌になりますね。そうですね。この言葉結構一番最初に私茶道を習った時に教わって、はい、結構ね、こう大木を抱くようにだったりとか、置く時のね、やっぱりその軽いものは、重々しく、重いものは軽く見えるように、重く見えないようにという形で、結構ね、そういうふうにやると本当に、茶道家らしいというか、しっかりと、あれですよね、なんか様になるというか。ひょいとかね、軽いやつひょいとあげたりなんか、逆に重たいのみたいな感じでやってなんかかっこよくないですよね。そうですよね。なんか淡々と、できたらいいなと思いますね。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では次は86種目について教えていただきたいと思います。盆石を飾りし時の掛け物に、山水などは差し合いと知れ、こちらについて教えていただけますか？はい。今、歌にありました盆石と言われているものですね。お盆に石と書くわけですけど、盆石というのは、床の間に飾る、一つお道具の一つになります。それこそお盆の上にですね、いろんなその石を、白い石とって黒い石を置いて、例えば川だったりとか、山の、形をですね、結構形作る。でそれが一つ盆石といって、この床の間に飾ったりするんですよね。はい、それこそ山水というね、山と川を表現するわけですが、でその時に、そもそも今言った盆石が床の間に飾ってあるわけですから、掛け軸として、掛け軸もその山水と言われているね、山と川のような掛け軸あると思うんですよね。はい、それを2つ同時に置いてはいけないってことを言ってるわけですね。盆石で山水を表現し、掛け軸でも山水を表現してしまうとですね、やっぱり重なり合ってしまって美しくないと。なので、そういった盆石を置く場合に関しては、そういう掛け軸を避けましょうと。それがお茶の心ですってことを歌ってる歌になります。
はい、わかりました。なかなかね、最近盆石を床の間に飾るってこともなくなってきましたよね。そうですね。珍しいですけどね。でも確かに見てみるとなんか美しいですよね。白となんか黒い石でね、山と川の流れを表現するような、まあ日本の伝統的なね、美だと思いますよね。そうですね。なんか昔よく夜の茶会とかで、盆石を置かれたりされてたみたいですね。そうですね。まあ昔はやっぱり夜やっぱ暗かったですよね。今みたいな明るいはなかったですから。やっぱその時にね、なかなか掛け軸見ることってやっぱり難しかったと思うので、その時にやっぱり石を白い石とかをね使ってね、その暗闇の中でもこういう山水っていうのがやっぱ把握できるっていうのは一つ日本のなんか伝統なんでしょうね。そうですね。季節とかもね、やっぱり桜の季節に桜のお花をいけないとかってあると思うんですけど、それと同じでやっぱりその同じものをいくつもっていうのは茶道ではあまり良しとされないところですよね。そうですね。やっぱ日本にはね、やっぱ四季と言われてね、春夏秋冬がある、まあ本当世界的に見ても珍しい国だと思うんですけど、その時にね、あえて今お話があったように、春には春のものを飾らないっていうのもね、一つやっぱお茶のなんか精神なのかなというふうに思いますよね。そうですね。少し季節の先取りみたいなところが一番良しとされてますね。ファッションなんかもそうですよね。やっぱりちょっと遅れてっていうよりは少し先に取り入れた方がおしゃれだなっていうふうに思いますよね。はい。わかりました。どうもありがとうございます。では87首目について教わっていきたいと思います。板床に八壺茶入れ品々を飾らで飾る宝もありけり。こちらについて教えていただけますか。はい。今の歌にあります板床と言われているものですね。まあ床の間の話をしているわけですけど、当然下が板でできている場合があるというわけですよね。ただやっぱり板ですから、やっぱちょっとね、やっぱ結構ザラザラとかして結構裂け目があったりとか、まあ結構要はそこの上に茶器、特に名物と言われている高級な茶器ですよね。それこそ唐の国と言われる当時の中国から入った舶来品と言われているね。唐物と言われている本当に一国一城を変えるようなお茶器もあるわけですね。茶入れとかお茶碗とか。そういったものを床の板床の上に置いてしまうと、当然傷ついてしまうことがありますので、原則はそこでダメだってことでおっしゃってるわけですが、ただ場合によってはね、その宝珠と言われている紙があるんですけど、紙を敷いてその上にね、茶器を、その名物と言われる茶器を置くことはあり得ると。なので本当にね、臨機応変にその辺もできるんだよということを歌っている歌になりますね。そうですね。お茶の世界ってあんまり何でもかんでもそのまま置くっていうよりは、ね、今日も飾ってますけど、お花にしてもちゃんと薄板を下に敷いたりとか、香合を置くときにもちゃんと上に置いたりとかっていう形で、しっかりと大切に扱うっていうのが茶道の法暦なのかなと思いますね。そうですね。本当に臨機応変にね、お茶の世界はそこが面白いのかなというふうに思いますよね。そうですね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では88首目について教わっていきたいと思います。床の上に籠花入れを置くときは薄板などは鹿のものなり。こちらについて教えていただけますか。はい、わかりました。今話にあった花入れですよね。文字通りその花入れのものにお花を刺して、それで床の間に飾ったりするわけですが、その時はね、普通はやっぱりそのまさに下に床を引いた上で床の間を引いて、その上に花入れを置くということが一つの原則になります。ただね、今お話にありましたカゴの花入れと言われているものがあるんですが、カゴの花入れ、本当にカゴの形をしてるんですけど、カゴの花入れは普通の花入れと違って中に筒が入ってるんですよね。で、その中に結構水を入れて、そこにお花を刺すことができると。なので、もう、そもそもそのカゴ、周りを覆っているカゴ自体がですね、それはもう、ある意味薄床の代わりを果たしていると。なので、カゴの花入れの場合に関してはね、例外的に、そういった薄板を下に、床の間に引く必要はないんだよということを歌っている歌になります。はい。わかりました。ありがとうございます。以前に他の YouTube の方で実演付きで紹介しておりますので、ぜひそちらも一緒にご覧いただければと思います。はい、そうですね。お花の先生ですから、むしろすごいお詳しい、ご専門ですよね。そうですね。このあたりはよく存じております。はい。そうですね。薄板っていうのにも種類がいろいろあって、籠花入れの場合は薄板はしかないということですね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次は89首目について教わっていきたいと思います。掛物や花を拝見するときは3尺ほどは座を避けてみよう。こちらについて教えていただけますか。はい。今の歌もですね、床の間の拝見と言われている、お点前について歌っている歌になります。あとはね、3尺っていう言葉があると思うんですけど、3尺というのはちょっと距離ですよね。だいたい1メータ
を指すというふうに言われております。なので、今あったね、掛け軸だったりとか、花入れ、お花を見るときは、すごく近づいて見るんではなくて、そうすると3尺、つまり1メーターぐらい距離を置いた上で、ね、ちゃんと落ち着いて拝見をしましょうってことを歌っている、歌になりますね。そうですね。お花を生ける時もそうなんですけど、やっぱり最終的には少し離れたところから、形を見るみたいな形で、絵とかもそうですよね。やっぱり近づきすぎると全体が見えないので、少し引いてみると、全体が見えるかなと思いますね。やっぱりそういう距離感って大事ですよね。はい、本当にそのお茶を扱う道具もね、置く場所があったりとか、やっぱり距離感っていうのはすごくね、うるさいのが茶道になります。今の床の間の拝見もそうですし、それって別にね、お茶の世界だけではないですよね。世界でも、例えば人間関係だって、適度な距離感があった方がね、いい関係が続くなんてね、言われたりしますので、そういったこともね、お茶を通じて学ぶことができるのかなというふうに思いますよね。そうですね。茶道を通していろんなことを学べるかなと思うので、はい、ぜひ、またいろいろ、はい、教えていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。では、90首目について伺っていきたいと思います。稽古とは、1より習い、10を知り、10より帰る、元のその1。こちらについて教えていただけますか。はい。今の歌はですね、お稽古のあり方について歌っている歌になります。それこそね、今までお話ししたように、お茶というのは本当にいろんな道具を扱ったりとか、手順があったりとか、あるいはまさに遅くね、立てたり、逆に早くしたりとかですね、本当にいろんな力がないとお茶を立てること難しいんですよね。ただ、やっぱり1から101、2、3、4、5っていう形で習っていく上でですね、どうしても忘れてしまうことがあると思うんですよね。なので、まず1から10、一通りね、そのお茶の流れを、お稽古の流れを学んだ上で、またね、0に立ち返って1からまたやっていくことによって、この、例えば複雑さばきというのはこういう理屈があるのかなとかね、お茶筅通してこういう理屈があるのかなってことで、だんだん本当漆のように、そのお茶のね、様々なお稽古、所作の真髄が分かってくるということを説いている歌になります。わかりました。ありがとうございます。すごく有名な、句ですよね。よく茶道以外でも聞くかなと思います。はい、そうですね。私も今その法律を教えたりとかしてるんですけど、法律もですね、やっぱり最初は1から10まで一通り簡単に習ってみて、でその上でまた1から帰って一個一個理屈をね踏まえていくと、もっとその法律の真髄が分かってくるみたいなね。本当にお茶の今の歌と同じことなのかなというふうに思いますね。そうですね。1回目本とかでもそうですよね。1回読むのと何回読んでいくと。だんだんこう分かってくるというか、味わいが出てきたりしますね。なかなか一回で全てマスターするというのはね、この茶の道もお花の道も、柔道の道も難しいのかなと思いますよね。そうですね。はい。繰り返しお稽古して、しっかりと自分の身につけていきたいと思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。先日ミスターヤバタンさんというYouTuber、インスタグラマーの方に弘法寺にお越しいただきまして、70万フォロワー、70万、はい、すごいかなり、はい、フォロワーがいるインフルエンサー、都道府県みたいな感じですよね。そうですね、はい、はい、インフルエンサーの方がいらしていただいて、練り切り作りと、あと手巻き寿司を作っていただきました。すごく楽しんでいただけたようで、ヤバタさんのインスタグラムと、あとこちら東京の港区にあるんですけれども、港区の観光協会さんだったかなのインスタグラムに載せていただいてます。後で説明欄の方にも貼らせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。でもすごいですね。もう世界的に70万人のインスタグラムの方がね、わざわざ弘法寺の、ね、お越しになって、はい、その日本の伝統文化の体験をするというのは、寺子屋忍者でだんだん拡大していく感じがしてすごいなと思うんですけど。そうですね。以前にもね、航空会社の方が来てくださったりとか、その方たちのインスタグラムも何百万とかだったんですよね。はい、再生数がすごいですよね。うちもようやく1万人のチャンネル登録者に。いやー、素晴らしい。もうコツコツやってますもんね。かなり休んでた期間もありますけどね、コツコツと言っていいのかどうかちょっと微妙なところではありますが、はい、おかげさまで、宮崎先生のおかげさまで、1万人に、はい、なりましたのでね、これを機にもっと盛り上げていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。皆様もいつもご視聴いただきありがとうございます。これからもいい発信が日本文化についていろいろ発信できたらと思っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。以前にひとみちゃんに来ていただいて、
茶道の時の服装を女性版で教えていただいたんですけれども、今日はちょっと男性のそうですね、茶道に招かれた時にどんな格好をしていけばいいのかっていうことを少しお伺いできればと思います。はい、今ありました。なかなかね、女性がやはり着物着てね、お茶会行かれたりするイメージがあると思うんですが、確かに男性がね、あまりそういうどういったものを着ていくのかってね、皆さんイメージがつきづらいんじゃないかなというふうに思いますね。それこそ正式なお茶会の場でしたら、皆さんお持ちの方はね、まさに羽織と袴と言われているものですね。僕が着てる羽織と袴を着ていくのが、一応正装なんですが、そこまでいかなくてもですね、着流しといって、もう本当に着物ですね。一枚の着物を着て行かれる方も、男性はおられます。ただやっぱりね、その着物を持っていらっしゃらない方もね、今の時代たくさんおられると思いますので、そういった場合はまさにスーツですね。スーツでピシッとね、決めて、あとは履き替え用の白い靴下を持参をして、で、履き替えてお茶の席に臨むということは結構、まず、男性の中ではね、大事なことなんじゃないかなと思いますね。そうですね。スーツでいらっしゃる方は本当に多いですね。女性もそうなんですけど、やっぱり着物を着てってなると少しね、ちょっとハードルが上がってしまうと思うので、清掃ですね。いわゆる清掃。やっぱりね、電車とか混んだりしますとね、なかなか羽織袴とかそういう着物で行くというのはね、ちょっと危なかったりしますね。足元危なかったりするので、そこはまさに臨機応変に、女性も含めて男性もそういうスーツとかでカジュアルじゃなくてきちっと決めていけばいいのかなというふうに思いますよね。そうですね。あと、靴下ですね。黒とかじゃなくて白い靴下を履いていくといいですよね。そうですね。黒じゃなくてやっぱ白い靴下ですね。それは本来は足袋と言われているものが正式なんですけど、さすが足袋持っていらっしゃる方というのはね、あまりいらっしゃらないと思いますので、その代わりとして白い靴下を履くというのがお茶の席ではね、やっぱりルールなのかなというふうに思いますね。そうですよね。たまに茶道に海外の方が体験にいらっしゃった時も靴下持ってきてくださる方とかがいらっしゃって、すごいなと思って、どこでそのね、情報を仕入れていらっしゃったのかなと思うんですけど、やっぱり白い靴下っていうのは清潔っていうね、意味もあって、やっぱり茶道とかってここをもう机代わりというか、で直接に食べ物食べたりとかね、お茶を飲んだりしますので、清潔感は大事ですよね。なのでね、そういうおもてなしじゃなくて心構えとしてもやっぱりそういうのを気をつけるとすごく分かってるなというか、増資が深いなというふうに思いますよね。やっぱその招かれる側の心構えですよね。それこそ戦国時代、織田信長、豊臣秀吉とかね、徳川家康とか、本当にお茶が一番最盛期盛り上がった時ですね、千利休がお茶を大した時代というのは、そもそもお茶会に招かれること自体がステータスだったと言われてるんですよね。なのでそういう教養がない人はそもそも招かれないということになりますので、そのためにふさわしい人間になろうということでね、皆さん戦国武将はお手前をしたりとか、そういう気遣いというのをね学んで教養を深めたと。その名残がね、今残ってる茶道のその精神性、白い靴下持ってきましょうとか、そこに受け継がれてるんじゃないかなというふうに思いますよね。そうですね。お茶の手前ももちろんなんですけど、招かれた時のお作法も知ってると本当に役に立ちますよね。やっぱりその格式と言われているものがありますよね。そういういろんな会、例えばお祝いの会とかですね、いろいろあると思うんですけど、その時もね、多分日本料理屋に呼ばれた時の作法というのはあるでしょうし、そこで分かっていらっしゃる方と、分かってないんだねっていう方、暗黙で皆さん、ちょっと信用しなっちゃう場合もあると思いますので、そこはね、個々人がちゃんと勉強していく必要はあるのかなと思いますよね。そうですね。日本人として、そういうことは知っておきたいと思いますね。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。